皆さん、こんにちは。エマです。今日のポッドキャストでは私の高校生時代のお話について話していきます。なんでね、このお話をしようと思ったかというと、結構前にコメント欄で私の好きだった教科とか、私のね、その高校生時代のお話について聞きたいとおっしゃってくれている方がいたので、こういった動画を撮ることにしました。で、早速話していくんですけど、私は高校生時代、外国語学部というところに在籍してました。なので、やっぱり外国語を学ぶ機会が多くて、英語を中心とした授業が多かったんですけど、それの他にですね、私が3年生の時は第二外国語を学ぶ必要があったので、私は英語にプラスしてドイツ語も勉強してました。で、ドイツ語はね、すごく難しかったんですけど、結構ね、勉強していくと楽しくて、まあね、今ではもうほとんど忘れちゃったので、日常会話と、簡単な挨拶と自己紹介くらいしかできないんですけど、まあね、でもすごくいい機会だったなと思います。で、英語の他にですね、私が好きだった教科は物理です。で、物理は結構本当に大好きで、力学とかああいう計算が多いところですね。私は計算が小さい頃から大好きだったので、まあね、物理も結構自分に合ってたのかなと思います。で、結構私の友達の周りはですね、物理が嫌いっていう方が多くて、なので、結構ね、レアだったんですけど、その物理を好きな人間というのは私のクラスで。でも私は本当に好きで、テスト前とか勉強していたらすごく苦しいなとか思うことがあると思うんですけど、私はそういった時に物理の問題を解いてリラックスするくらい物理が大好きでした。で、まあね、そんな感じで、私は結構勉強がもともと好きだったので、テスト前とかも結構ね、ずーっと勉強したりっていうのはしてたんですけど、あの、さっきも言った通り、私は物理が好きっていうくらいなので、どちらかというと理系の科目が得意だったんですね。実際私は文系と理系を2年生の時に選ばないといけなかったんですけど、私は、理系を選びました。で、実は私は今ですね、日本語教師としても少しお仕事をしているので、その歴史とか、そういうやっぱり国語とか、そういったことを勉強していたんじゃないって、文系だったんじゃないって思われる方もすごく多いと思うんですけど、理系だったんですね。で、なんでかというと、一つはやっぱり理系の科目がシンプルに大好きっていうのと、二つ目はですね、あの、苦手だったんですね、文系が。文系科目がどうしても成績が低くてですね、あんまり、記憶力がなくて、そうなんですよ。すぐに忘れてしまうんですよ。なんか、いっぱい国語とかも結構、漢字とか覚えないといけなかったんですけど、漢字も私はそんなに得意じゃないので、難しくてですね、それが原因で、理系を選んだんですけど、今思えばやっぱりね、文系選んでても良かったかなと思います。今はね、もう完全に文系に携わるというか、もう理系なんて全く関係のないお仕事をしているので、やっぱり古典とかそういったこと、もう少し学びたかったなと今になっては思うんですけど、自分でもこれから学んでいけるので、これからもっと興味のあることはどんどん勉強していこうと思います。で、授業以外のことだったら、私は結構インドアな人間だったので、部活動とかもあんまりしてないんですね。学校が終わったら家にすぐに帰っておりました。で、友達もそんなにどっちかって言ったらね、多いタイプではなくて、
結構本当にインドアで家にいることが多いので、まあね、静かなタイプだったのかな。静かではなかったかもしれないけど、まあ、いつもこのね、今動画を撮っている、こんな感じの私のままの高校生でした。はい。どうでしたでしょうか？今日はこんな感じでね、私の高校生時代のお話について話したんですけど、皆さんなんか好きな教科とかありますか？いやーね、皆さん絶対その一つはね、なんかこれ面白いなとか思う教科があったと思うので、よかったらそれもね、コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。では、今日もここまで見てくださってありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。いいなと思ってくださった方は高評価とコメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね。